やはりメルセデスは商品力が高いですね。今回ご紹介するのはメルセデス・ベンツの7人乗りの SUV GLB クラスになります。このサイズでこの人数乗れてこの高級感ないですよね。はい、ということで今回ご紹介しますのは先ほどお伝えした通りメルセデス・ベンツ GLB180AMG ライン見学になります。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きチャンネルです。私はこれまで国産輸入車含めて100種類以上の車を試乗してきましたけれども、今回見学するこのメルセデスの GLB はですね、結構おすすめの車じゃないかなと思っております。それはなぜかというとですね、もうお伝えしている通りサイズ感、高級感、そしてメルセデスというメーカーのブランド、それがですね7人乗りのパッケージを備えているということで、このクラスでいうと唯一無二ではないですかね。そんな GLB をですね、今回お借りして内外装じっくり撮影していきたいと思いますし、この後試乗にも行っていきたいと思いますので、ぜひですね高級車でファミリーカー7人乗りたいよという方は最後までご覧いただければと思います。そしてこのように今サイドスタイル見ていますけれども、もう正統派の SUV の形状をしながらもメルセデスの高級感も外から感じられますよね。今回お借りした車のボディカラーはローズゴールドという優勝色になっていますけれども、実にメルセデスとマッチしているなと思いますね。もちろんですねホワイト、ブラック当然似合いますけれども、こういう色もありなのかなと思えるぐらい似合っていると思います。そして GLB のサイズ感ですけれども、全長が 4640mm、 そして全幅 1835mm の全高 1700mm ということで、非常にジャストサイズな大きさになっていると思いますね。国産車と比較してもそんなに大きくないんじゃないかなと思います。このサイズ感で7人乗りできるというところが GLB の売りなわけですけれども、逆にですね7人乗る必要がないよという方は GLC であったり、他のですね BMW の X3 とかアウディの Q5 とか、Q3 とかそういったの選べるわけですね。もちろんレクサスの NX とか RX もいいと思います。ただですね、事情があって7人乗りたいけどミニバンという選択肢ではなくて、やはりこだわった車、走りも高級感も選びたいということであれば、なかなか選択肢絞られてくると思うんですよね。選択肢で言うと当然車が大型化してしまうので、この GLB でないとすると GLE クラスとか、そして GLS クラスとかになってしまうんですね。そうすると全長は5メートル超えますし、全幅も1900、はてまってですね全幅2メーターいってしまうわけですけれども、それがですね7人乗ることはあるけどいつもは5人乗りでいいよとか、2人乗りでもいいよというのであれば、この GLB はもう最適解と言ってもいいんじゃないかなと思えると思います。そして今ですね外側から内側内装に来て今見始まっていますけれども、こちらサンルーフ付きの AMG ラインの赤黒革オプションということで高級感ありますよね。ここら辺のですねデザイン、そして各パーツの質感、そして作り込みはですねさすがメルセデスだなと思います。エントリーグレードに位置するこの GLB クラス、そして GLB の中でもさらにエントリーである180でもですねこの仕上がりということですよ。非常に商品力あるなと思いますね。この運転席もいいですね。まさに高級車という感じで、ステアリングの形状が最新型になっているんですけれども、このですね AMG ラインになると、穴あきのレザーがステアリングにもついていて、非常に握り心地が気持ちいい感じになっています。そして GLB といえば後部座席と3列目がどうなっているかということですけれども、今後部座席に移っていきたいと思います。後ろもですね手抜き感ないんですよね。きちんと赤のレザーで後部座席のドア側も仕立てられていますし、この後ろ座席見た時にもですね広い
これ広いと思いませんか？今ですね、2列目のシートを後ろまで広く保った状態で撮影しています。なので3列目使わないとき2列目広く保てばですね、これぐらいの広さがもう確保できてしまうということなんですよね。 GLB を検討されている、興味がある方はですね、基本たくさん人数を乗せる可能性があるということだと思いますので、この2列目3列目がどうなっているのかっていうのは非常に気にされていると思うんですね。今ですね、先ほどお伝えした通りシートは後ろ側に倒してある状態、スライドさせてある状態ですけれども、このような広さが担保されています。私が座ってもですね、膝の周りすごい余裕がありましたよね。そしてシートを稼働させてみますと、このように下のですね、紐を引っ張ることで自動で倒せる仕組みになっています。そしてリクライニングができるのもいいですよね。結構ですね、ドイツ車のシート設計は長距離を高速でですね移動するのに適したシート設計になっていることが多くて、座面がですね結構直角に近いことがあるんですよね。ただですね、この GLB のように直角からさらにリクライニングの角度が調整できるというようになっていると、非常に乗り心地も、座り心地もいいわけで、ここら辺もファミリーカーとしてのポイントが高いんじゃないかなと思います。そして今2列目を完全にフラットにするとこのようになります。それをですね後ろから見てみたいと思いますが、当然ですね GLB キックセンサー開閉ついていまして、すごいですよね。この広さ、3列目も倒して2列目も倒すとこのぐらいの広さになりますので、ミニバンいらずというか、輸入車でミニバンに乗りたくないよという方にとっては非常に選択肢にやはりなるのかなと思います。そして気になる3列目、これ最初に私正直に車好きとして言っておきますけれども、3列目は広くありません。ただですね、使えることはできます。やっぱりこれですよね。今3列目に私自身が乗り込んだ状態ですね。2列目今倒していますけれども、足元の広さというのはこう見た時にこのぐらいです。広くはないですよね。私で言うと身長がですね170センチなので、膝がですねまだ少し余裕がありますけれども、それ以上に高身長な男性とかになると厳しいと思いますが、私と同じぐらいの体格、もしくは女性であったり子供であったり、ご高齢の方であればですね、普通に座ることはできるかなと思います。そして今2列目を起こした状態ですね。結構余裕がまだあるかなと思いますね。それにしてもこの3列目から見た奥行きというか、運転席まで見た時に気持ちいいですね。これGLB を選ばれる方はサンルーフは絶対おすすめしたいと思います。このパノラマサンルーフの見晴らしがすごくいいと思いますね。そしてですね、今度は2列目を上げている状態から倒してどう乗り込むかということですけれども、このようにですね2列目をですね引いて倒して、ここにスライドできるようになってますので、ここが入り口になります。この広さになるんですけれども、ここからですね、入り込むということで、ミニバンとかのスライドドアに比べると当然厳しいんですけれども、入り込めるかなというところですね。感覚で言うとクーベとかの2ドアで後ろの座席に入り込むよりはまだ入りやすいかな。あんまり変わらないかもしれないですけど、2ドアのスポーツカーより乗り降りしやすいです。それが3列目ですね。やはり乗ろうとした時に乗れる3列目があって、しかもそれがですねきちんと使い物になるということ自体が、運転席は超快適です。しかもすごい先進的ですしね。メルセデスの最新型の車になるとフレーキショーは当たり前になっていて、このようにかなり高精細な表現ができるということになりますね。やはりこういった演出であったり高級感っていうのはドイツ車の中でもBMW、そしてアウディ、メルセデスありますけれども、
メルセデスが優れているところですよね。ここら辺のデザイン性であったり、このなんというか表現というかがやはり日本車よりは優れているというか、勝っているところですね。ちょっとレクサスもですね、高級感乗り味というところでは BMW よりはメルセデス寄りなので、このメルセデスを超えるぐらいの内装質感であったりデザイン性を備えてくればさらに強くなるんじゃないかなと思いますけれども、皆さんはどう感じられますかね。コメントなどで教えてください。そして GLB の価格帯ですけれども、今回試乗している GLB の180はですね627万円からということになっています。 AMG ラインをつけたり各種オプションをつけていくとおそらく700万円台の乗り出しになってくると思いますので、それを高いと見るか安いと見るかはそれぞれですけれども、GLB はですねリセールもいいということでしたので、この価格帯でリセールのいい高級7人乗り SUV が手に入ると思えばですね、ポイントになってくるんじゃないかなと思います。そして最後に運転席からですね、後ろのテールゲートを開けられるボタンついていましたので試しにやってみましたけど、このように開けられますね。ここら辺はですねまるでミニバンだなと私は思いました。日本車のミニバンの機能が、ドイツ車も少し参考にしてるのかなと。このようにですね押すボタンを離すと途中で止まりますね。ここら辺もすごいミニバンっぽいですね。ファミリーカーということでそういった機能も嬉しいのかなと思います。はい、ということで今回も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。引き続きこの後ですね GLB の試乗に行っていきたいと思いますので、試乗編も編集してご紹介したいと思います。それでは皆さんも良いカーライフを。